はい、ということで、先日、レイジンの試合を終えた西谷君に話を聞いていこうと思います。お願いします。どう試合終わって1週間ぐらい経ったのかな。そうですね、昨日のことのように思い出せる、光景というか負けた時のね、うん、それはないでしょ。記憶飛んでないの。記憶飛んでないですね。もう気づいたら上見てて照明が見えた感じだったんで。ああ、そこね、パンチもらった時は目つぶってたもんね。そうですねまあ今回結構ね、賛否も多かったけど、ただまあ北海道大会でメインの次に注目された試合だったんじゃない。どんなことでもさ、賛否が生まれるものって一番注目されるから。はい、結果出したかったですね、マジで。まあね、夢の舞台で儚く散って、そうですね、儚すぎますけどね、完全に。俺と同じ年だったからさ、26で。まあでもどうなの、なんか西谷君が闇谷君になってるって聞いたけどさ、はい、ツイッターで。いやまあ一応冷静を保てます。逆になんかそういう風にいじられるじゃないですけど、罵倒でもされてないとちょっとなんか逆に嫌になりそうですね、僕は。まあでも普段からそういう性格悪いもんね、西谷君って。いややめてやめて。でもなんかそれ出してってもいいと思うけどね。その方がなんか人間味あってさ、別にみんないい子になる必要はないし、個性あっていいんじゃない。そういうなんか個性ある人の方がこう注目される時代になってるじゃん、今って。もっと勝ってね、調子乗りたかったですね。まあね、なんか調子乗ってる姿も目に浮かぶけど、勝った時に。でもまあ腐ってないっていうことでね。はい、まだ一からじゃないですけど、本当に頑張っていくしかないですね。まあ、ひろや君にはちょっと練習の時伝えたんだけど、練習法を変えないといけないよねっていうのはちょっと伝えてて、まあ西谷君が多分本当の意味でまだ理解できてないと思うから、そこは、まあまたそこの練習を取り入れるとだいぶ成長するのかなっていうのはあるんだけど、まあ一旦やり直しですね。そうですね。ディープでね、上位層と戦ったことあったっけ。まだないか。そうですね。フェザー級のチャンピオンって牛久だっけ。そうです。まだ食い込んでいけると思うし、まあ頑張るしかないですね。そうです。まあ結果出して、どうか来人出れるようにまた頑張っていきます。まあとりあえず心折れてなくてよかったわ。みんなが罵倒してくれるおかげでなんとかなんですけどやっぱ悔しいですね。やっぱ朝起きたらいつも思いますよね。でまあ今日なんでこんな大層なカメラが回ってるかというと、西谷君の試合終わってちょっとぐらいしてからひろや君から長々と LINE いただきまして、ちょっとこのままでは終われないと。その西谷君のやっぱり、僕あの日ずっと、セコンドもついてて、やっぱりああいう負け方になっちゃって、結果は結果で、仕方ないとは思うんですけど、もっと、西谷君って正直やっぱ僕ライジンとか見てる限りフェザー級のやっぱり中堅選手や下級選手より全然強いと思うんですよね。正直組だって見てもそうだし、やっぱ打撃でもそうなんですけど、やっぱトータルで見ると全然西谷君の方が強いのに、ああいう負け方を1回でもしてしまったからって言ってなんていうんですかね、いやいやお前まだまだだよとか、もっと全然強い西谷君がいるのにそうやって言われたり、やっぱ批判とか、たくさんされてるのを隣でセコンドとしてずっと一緒に頑張ってきたからこそ、なんか感じるものがすごくあって、僕の中にもっとできる、もっと戦っていける強さがあるのに、そこだけを見て判断されてしまって、なんか僕自身もやっぱり悔しいというか、一緒に頑張ってきて一緒にやってきたからこそ、自分の中で敵じゃないですけど僕の中で取りたいなっていう、でもそう簡単にお願いとかはできないと思うんですけど、やっぱりそこで自分が戦ってこれぐらいできるんだぞって、俺らは本当にもっとできるんで、それを証明できなかっただけなんで、あの試合は自分がそこを証明すれば西谷君もできるんだろうなって思ってもらえるんじゃないかなって思って、そうですね、LINE させてもらいました。まあね、でも
やっぱ格闘家って試合が一番大事でさ、まあ練習がどんだけ強くても試合で勝てなければ意味ない、まあ、そういう厳しい世界じゃん。で練習ならもっと強いっていう人なんて多分5万といる中で、試合で勝ってるやつがやっぱ評価されるしさ、試合で勝つやつが強いんだけど、まあそのひろやくんの言ってる意味も分かるし、言ってることがちょっと違うっていうのも思うし。そうですね、もちろんです。そう簡単にお願いしてじゃあやってみればって言って出れるようなもんでもないと思うんで、でもそこでやっぱりなんていうんですかね、西谷君がそういうふうにまあ言われたりして、やっぱりまあ自分自身の否定もされてるようなもんなんで、やっぱり西谷君とはやっぱり一心同体じゃないですけど、同じふうにやってきてこの3年間ずっと頑張って朝倉未来チャレンジっていう名前で、やっぱ朝倉未来チャレンジ弱いじゃんって思われてると思うんで、それで儚く終わってしまうんならもう僕そこまでだと思ってるんで、俺全然通用すると思ってるんで、正直。でまあひろやくんがそういう、まあ、LINE をたまたまねもらって、まあだけど、まあ、西谷君が負けた時点でその逆もしかりでさ、まあ、ひろやくんが例えば試合に出て勝てば西谷君の評価はまた上がるかもしれないし、だけど今は評価が落ちてるじゃん。ブレイキングダウンのやつらなんて初戦この程度だってなった状態で、じゃあまたすぐに雷神出れるかって言ったらまあ普通に出れない、と思ってたんだけど、今回、まあ、俺試合するじゃん来月、まあ他にもとんでもなく素晴らしい試合たくさんあると思うんだけど、カイト・アーチュレッタとか、まあ、女子のタイトルマッチもあるし、まあ、堀口選手もタイトルマッチあるしとか、AJ マッキー、ピットブルとかあるじゃん。この本物の格闘技をより多くの人に見てほしいっていうことで、まあ俺いろいろ考えたんだけど、やっぱブレイキングダウンの選手と対抗戦したらブレイキングダウンの方がやっぱ視聴回数とか多いから、そっちから流れてきてそのスーパーライジン見てもらって本当の格闘技の素晴らしさを知ってもらうきっかけになるのかなとか、まあ、ストーリー的にそのブレイキングダウンで MMA5 分3ライジンの選手と戦えるのって、まあ、ひろやくんしかいないから、もう急だけど俺たちと一緒の試合で行くしかないなって、まあ、だからちょっと榊原社長に直談判しに行こうかなと思ってて、まあ雷神に出る時点で楽な相手なんて絶対来ないと思うし、まあ、誰が来ても強いじゃん。もう雷神ってもうみんな格闘技やってる人たちみんな出たい舞台だしさ、こっちの調整試合みたいなのとかなんかそのひろやくんのかませ犬なんて用意してもらえるわけないし、まあ、普通に雷神は潰しに来ると思うし、で逆にここで負けたら本当の意味でブレイキングダウンのやつらこんなもんだったんだなってなると思うから、まあめちゃめちゃリスクあると思うけど、まあ、結構覚悟も伝わったし、それならもうやってみるっていう、本当にもうここで負けたら終わりみたいな気持ちで、ここで負けたら終わりだと思う、それでいいと思ってます。全部別にここで負けるような選手だったら、別にもう格闘技やる意味ないんで、朝倉未来チャレンジ最後の僕はチャンスだと思うんで、まあ、本当に乗り越えれるかどうかよなここで、まあ俺とカイトなんか似てるじゃん、ちょっと出た年齢もさ、まあ俺たちもずっとさ、なんか例えばどっちかが負けても俺が勝てば評価はまた戻るし、まあ、どっちか負けたら評価両方落ちるしっていうのはお互いにあって、なんか階級は違えどこう切磋琢磨して、もうライバルみたいな関係でこうライジンずっと勝ち続けてるから、まあ、そういった意味ではそのひろやくんの言ってる意味もめっちゃ分かるし、ここで勝てば西谷君の名誉挽回になるわけよ。2人の関係性ってそうじゃん。ライジンに出ていきなり2万人3万人の舞台ですごい勝ち方したら、まあ、西谷君もまたライジン戻ってこれるしね、まあそういった意味で、まあ行くならとりあえず一緒に話しに行こう。お願いします。まあ本当に出させてもらう立場だから何を言われるか分かんないよ。一旦その思いは俺が受け止めたので、まあ、俺の方からもちょっと一緒にお願いしに行って、まあ、一旦賛否あると思いますけど一緒にじゃあ行きますか。お願いします。ありがとうございます。じゃあそんな感じでまた雷神事務所行ったら回します。
はい、ということで、ライジン事務所来ました。榊原社長待ってるみたいなんでね、早速行きたいと思います。緊張してる？だいぶ緊張してます。お疲れ様です。お願いします。お願いします。はい、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。今日なんですけど、うん。ちょっと無理な相談というか、はい。なんでしょう。ライジンの方からちょっとプロモーションもお願いされてたじゃないですか。今回の。ああ、7月のね。7月の、スーパーライジン、本当に、ね、俺の試合も含めて、下位のタイトルマッチもあれば、あと、堀口選手、で、あと女子のタイトルマッチもあるし、ピットブル、AJ マッキーとか、すごいメンバーだよ、でも。本当にスーパーライジン。で、多分発表されてないカードもありますよね。まだ、何枚か発表したいと思って。でも、ブレイキングダウンとか見てるぜで、そこまで興味を持ってない人も多い中で、やっぱ自分の試合を含めて、もっといろんな人に見てもらいたいなっていうのがあって、ぜひブレイキングダウン見てるファン層っていうかさ、ブレイキングダウンは見てるけど、ライジン知らない人って結構いるんだ。まだいますよね。いる。ブレイキングダウンとライジンの区別がついてない人もいるし。そうですね。広い意味で格闘技って中で見てる人もいると思うけど、ブレイキングダウンを見てる人にもっと見てもらいたいんで、ぜひ。先日西谷君が試合負けちゃって、でも本当に試合組んでいただいて感謝してるんですけど、いろいろ賛否もありましたし、ブレイキングダウンの選手を出すなみたいな。でも結構それをそばで見てたひろや君がすごい悔しかったっていうのと、俺とカイみたいな関係性で2人が、そうなんだ。同じ時期に出てきたし、僕でもこの前ね、ディープの会場でひろや君の試合見たよ。西谷君の試合もあったんだけど、西谷君は勝った。でひろや君は負けた。でも相手強いもんね。アダニヤからね、もうちょっとだなと思いながら、でもプロとして持ってなくちゃいけない魅力は持ってるなって、正直ね、思ったところはあるけどね。賛否はあれど、結構西谷君の試合って注目されてたと思うんですよ。ツイッターでも2000何件リツイートされて、で北海道大会で言ったら多分メインの次に注目されてたんじゃないかなっていうぐらい、結構盛り上がったと思って、試合結果も含めて終わった後の TikTok とか含めて、再生回数で言ったらすごいもんね。でひろや君としても、西谷君の分のお名返上もしたいっていう気持ちで、ちょうどプロモーションをお願いされたタイミングらへんで、結構重い LINE をもらいまして、でちょっと取りに行きたいっていうことを覚悟を持って、もう引退ぐらいかけてやりたいっていうことで、西谷君の悔しい気持ちも背負って、どうにか今回の試合出場できないかということでお願いします。7月30日ね。ぜひお願いしたいです。ここで僕が戦ってライジンで朝倉未来チャレンジ弱いじゃんってやっぱ言われてるんで、言われてるよね。ブレイキングダウンも弱いって言われたし、でもそういう試合でしたもんね。そうだね。1分でやられてやっぱブレイキングダウンじゃんってやっぱ言われたのが、やっぱ僕セコンドでずっと一緒にこれ3年ぐらい頑張ってきて、西谷君のやっぱり倒れてて涙も見て、僕は声かけれなくて、また頑張ろうぜそんな軽い言葉も言えなくて、自分がライジンに出れるような実績でもない、もちろん分かってるんですけど、でもここで自分がそこで、戦って勝てばそれを証明できるんじゃないかっていうふうにやっぱ思って、ここで敵を打ちたいなと本気で思ったんで、みくるさんにお願いさせてもらって、今日社長にぜひお願いしたいと思って。みくるはどうなの？その思いを叶えてやりたいっていう感じ？もちろん、ただ結構厳しい試合になると思うっていうのは伝えましたし、ライジンでね、甘い相手なんか来るわけないんでね、
まあ、ただその注目度が高いっていうのも確かなんで、まあライジン的にはね、まあ本当に多分その注目度とか、まあいずれにしてもその広げて話題性をどう作っていくかっていうのでは、まあいろんな賛否は絶対起きると思うけど、まあ来るからの提案でもあるし、前向きに考える気はあるけど、ただまあ本当に西谷君の結果も踏まえて2連敗とかさ、そうなった時はさらにざまみろってなる返り討ちに遭う可能性が俺は高いというか、まあそれなりの相手、まあ三倉が言ったみたいに甘い相手で西谷君の敵が打てるような相手を広谷選手に用意する気がないっていうか、そういうことしたら逆にまあさらにみんなに非難されるんで、きつい相手を用意することになると思う。厳しい相手というか、実績で上回ってる相手をもちろん当ててもらって、まあそれを乗り越えれるかどうかは彼次第なんで、まあもしかしたら1年後2年後俺たちみたいな存在になってるかもしれないから、2人がまあちょっとそこの賭けでもあるんですけど、一回今回お願いできないかなっていう。じゃあまあ三倉からもそれ頼まれてっていうか、まあね三倉が言わんとするところも分かるし、まあ言っても親分ももう30だしさ、若い世代が本当にどんどん追いつけ追い越せっていうその気持ちはすごく評価するし、ただまあライジンに出てくるっていうのは僕は他の選手にもよく言うんだけど、ライジンに出ることが目標だったらやめた方がいいよって言って、ライジンに出て何をそこに成し遂げていくか、そういう大きな志を持ってチャレンジしてほしいし、ライジンに出るとやっぱり効果測定されちゃうっていうか、まあ西谷選手がそうだ、だからそれぐらいやっぱり注目をされる舞台だっていう中で覚悟を持って挑めるんであれば、三倉もそれで背中を押して、っていうことになれば、それは出場が確定でいいですよ。ありがとうございます。お願いします。はい。いやでも結局はもうリーグに上がってね、試合始まったら全部自分が責任取る、自分でケツを吹く話だと思うんで、本気でこっちも本気の相手を用意します。お願いします。じゃあ7月30日よろしくお願いします。うわ、決まりましたか。すごいな。2万5千人でしたっけ？ 2万5千。もうソールドアウト、初日でソールドアウトしてるんで。いきなり2万5千人の観客で戦いですね。まあ多分その雰囲気にも飲まれるとかってそれも勝負だもんな。もちろんそうですね。そこで逆に強くなる人もいますし。そうだよね。見られて本当にさっきの話じゃないけど、道場ではっていうかジムでは強いんだけど本番に弱いとか、むっちゃ本番になると強いっていう、それがパワーに変えられる選手かどうか、格闘家として今後やっていく上でいうとこの試合はチャンスでもあるけども本当に大きな賭けだと思うんで、失うものもまた結果によってはね、勝ち負けだけじゃなくてやっぱファイトスタイルも含めてライジンのファンが「ヒロヤすげえじゃん」って言わせられるかどうかでね。まあ今はちょっと話題が先行してて、西谷君もひろや君もライジンに出場っていうのはちょっと身分不相応なところではあるんで、まあそれは結果で本当に覆すしかないし、まあただ話題性は間違いなくあるから、これをきっかけにチャンネル登録してる方も、まあペーパービューも売り出し始めてますから、はい、始まってます。概要欄に貼っておくので、ぜひ購入していただいて、まあ、俺の試合もあるし、甲斐の試合もあるし、で、ひろやくんの試合もまだ相手は決まってないんですけど、出場決定ということで、ぜひ購入していただいて、7月30日、応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあお願いします。じゃあ頑張って。ごっつい相手をしておきます。